こんにちは、ピコラボです。今回はラズベリーパイピコをオシロスコープ化する Android 用アプリスコッピーを Windows で動かす方法をご紹介したいと思います。スコッピーはラズベリーパイピコと拡張基板を使って3000円以下で簡易オシロスコープが作れてしまう素晴らしいアプリなので Windows でも使えたらいいのにと思っていた方も多いのではないでしょうか。それでは作業の概要をご説明したいと思います。今回の環境と作業手順はご覧のようになります。コマンドラインでの操作が必要ですが難易度はそれほど高くないかと思います。なお DIY のお約束ですが不具合や各種のリスクについてはご自身での判断となりますことをご承知おきください。ステップ1、VMware をインストールします。まずは PC の仮想化が有効であることを確認します。タスクマネージャーを起動して詳細ボタンからパフォーマンスタブを選択すると右下に仮想化の欄があります。無効だった場合は有効化しましょう。有効化の方法は PC やマザーボードによって異なるので調べてみてください。続いて VMware のウェブサイトから VMware ワークステーションプレイヤーをダウンロードしインストーラーの指示に従って作業すれば OK です。ステップ2、Android X86 のダウンロードと仮想マシンの設定を行います。Android X86 のウェブサイトからバージョン 9.0 の64ビット版 ISO ファイルを選んでダウンロードしておきます。続いて VMware を起動します。ホーム画面で新規仮想マシンの作成をクリックするとウィザードが始まります。インストーラーディスクイメージファイルのラジオボタンを選択して参照から先ほどダウンロードした Android X86 の ISO ファイルを選び次へをクリックします。ゲスト OS の選択画面ではゲスト OS としてその他バージョンは他の64ビットを選んで次へをクリックします。仮想マシンの名前と場所をお好みで設定したら次へをクリックします。ディスク容量はスコッピーを使うだけでしたらデフォルトの 8GB で十分です。仮想ディスクの項目は複数に分割を選びました。サマリーが表示されたら追加設定を行います。まずはハードウェアのカスタマイズボタンをクリックし次の画面で左下の追加ボタンをクリックします。するとハードウェア追加ウィザードが表示されるので一覧の中から USB コントローラーを選択して完了ボタンをクリックします。 USB の互換性はラズベリーパイピコに合わせて USB1.1 で良いでしょう。続いてデバイス一覧からメモリーとプロセッサの項目を設定します。今回はメモリー 2GB、プロセッサは4コアで設定しましたが PC のスペックに合わせて調整すると良いでしょう。これらは後から変更することもできます。追加設定が終わったら閉じるボタンをクリックした後ウィザードの完了ボタンを押すと仮想マシン環境が構築されます。ステップ3、Android X86 をインストールします。VMware のホーム画面で先ほど作成した仮想マシンを選択し仮想マシンの再生をクリックすると Android X86 のインストールが始まります。作業途中で Windows の操作に戻りたいときはコントロールキーとオルタネートキーの同時押しで仮想マシンから抜けられます。ここからしばらく主にキーボードでの操作となります。インストールのメニューではカーソルキーで上から3番目のインストレーションを選択しエンターキーを押して少し待つとパーティション選択画面になります。Create Modify Partition を選び OK を選択してエンターです。 GPT を使用するか聞かれるので No を選択してエンター。 CF ディスクの画面はカーソルキーで New を選択してエンター。続いてプライマリーを選択してエンター。サイズは変更せずにそのままエンター。ブータブルを選択してエンター。ライトを選択してエンター。次の質問で Yes と入力してエンターするとパーティションを作成するので少し待ちます。リストの各項目を確認して問題なければクイットを選択してエンターです。パーティション選択画面に戻り SDH を選択して OK をエンターします。ファイルフォーマットは EXT4 を選択して OK をエンター。フォーマットとデータ削除を確認してくるので Yes を選択してエンター。ブートローダーを入れるか聞かれるので Yes を選択してエンター。
システムディレクトリのパーミッション確認で Yes を選択すると Android X86 がインストールされるのでしばらく待ちます。インストールが成功したらリブートを選択して OK します。すると仮想マシンがリブートししばらく待つと Android の起動が始まりますが残念ながら正常起動できずプロンプトが出てきます。ステップ4 Android が正常に起動するよう追加設定を行います。VMware のプレイヤーボタンからパワーゲストの再起動を選択します。再起動確認のダイアログではいをクリックすると仮想マシンが再起動します。起動メニューで上から2番目のデバッグモードを選択してエンターし表示が止まるまでしばらく待った後エンターするとプロンプトが出てきます。ここからは VI エディターでの作業になることとキーボードが US 配列扱いとなりますのでこれらに慣れていない場合は事前に調べておくと良いでしょう。それでは作業を続けます。プロンプトでご覧のように入力してエンターすると VI エディターで起動メニューの設定ファイルを編集できるようになります。VI エディターにはカーソルの移動や編集を行うコマンドモードと文字を入力できるインサートモードがありこれらのモードを切り替えながら使っていきます。まずはカーソルを上から7行目の右端に移動しキーボードの A を押してインサートモードにします。インサートモードになると画面左下に大文字の I が表示されます。続いて上から7行目の右端にご覧のような文字列を追加します。入力が終わったらエスケープキーを押すと VI がコマンドモードになります。続いて変更内容を保存して VI を終了するために:W Q と入力してエンターします。JIS 配列のキーボードでコロンを入力するには Shift プラスセミコロンとなります。VI エディタが終了し Android のプロンプトが表示されたら VMware のプレイヤーボタンからパワーゲストの再起動を選択します。しばらく待つと Android が起動します。ステップ5 Android の初期設定を行います。使用する言語を選んだら Wi-Fi 設定で全ての Wi-Fi ネットワークを表示から VIRT Wi-Fi を選択します。ここから先はお好みで OK ですが Google プレイを使うので Google アカウントは必須となります。またキーボードは US 配列のままなので注意してください。メールアドレスを入力する際アットマークはシフトプラス数字の2となります。ホームアプリはクイックステップを選びました。ホーム画面が表示されたら一安心です。動作が遅い時は仮想マシンをシャットダウンした後で VMware の仮想マシンの設定からメモリーやプロセッサを調整すると良いでしょう。ステップ6スコッピーをインストールして動かします。プレイストアからスコッピーを検索してインストールします。なお Android の操作の際にボタンの反応が悪い場合はカーソルの位置を少しずらしたりホイールボタンでクリックすると良いでしょう。スコッピーがインストールされたらアイコンをクリックして起動します。スコッピー用のファームウェアを入れたラズベリーパイピコを PC に接続するとホスト OS と仮想マシンのどちらに接続するかの選択ダイアログが表示されるので仮想マシンを選んで OK します。ここから先は Android 端末と同じようにスコッピーを使うことができます。なおラズベリーパイピコを接続しても認識しない場合は仮想マシンや PC を再起動すると改善することがあります。以上 Windows でスコッピーを動かす方法をご紹介しました。今回はスコッピーが動くまでの最小限の手順をご紹介しましたが Android がスリープしないように設定したり日本語入力アプリを入れたりするとより使いやすくなるかと思います。より良い方法や皆さんの工夫などがあればコメントで教えていただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。